皆さんお疲れ様です。今回はですね、中古のミニクーパーってどうなのということで、私が経験した不具合についてお話ししたいと思います。冒頭でお見せしました写真については、これは誰がぶつけたかは僕の口からは言えないんですけども、ぶつけちゃいまして、でそれの修理の話とか、今回はしたいと思います。まず初めの不具合、イグニッションコイルの、不良の件からですけども、最初ねセンターメーターに小さいエンジンマークがこうついてたんですけども、それがですねいきなりこのでかいマークに変わってかなり焦りました。で当然エンジンの方もですねアクセルを踏んでも、調子が悪いっていうのがもう実感できるレベルまでなってたんで、慌ててですね買ったところに持って行ったんですけども、その時は何で悪いかは分からなかったんですが、後で聞いた話によるとイグニッションコイルの不良ということでした。この修理については、幸い保証期間中だったので無料でしていただきましたけども、本当でしたら、イグニッションコイルの部品代だけでだいたい3500円ぐらいで、販売しております。ということで、4本まとめて買った場合、約1万2000円から1万3000円部品代にかかるということですね。でそれにプラス工賃、車屋さんでやってもらう場合は工賃がかかるのでおおよそですけども、2万円から3万円見てたら大丈夫かなと想像しております。DIY でやれば工賃いらないんで、部品代だけでできるんですけども、まずそのイグニッションコイルが悪いかどうかっていうのがわからないっていうところが欠点ですね。でそれを調べるのに診断機みたいなものが必要なんですけども、普通で買ったらもうすごく高いんで買えないんですが、最近は OBD2 端子から車の情報を吸い出しできるアダプタのようなものが販売されておりまして、それでしたらね2000円から3000円ぐらいで買えて、でなおかつそれのデータがですね自分の手元のスマホに届くという結構便利なものがあるんで、それを用いたらどこが悪いのかとか、原因はミスファイアですよとかっていう情報が上がってるようです。こちらがそのスキャンツールですね。でこれをですねOBD2 の端子、これロビン号の方なんですけども、これをつなぎまして、端子がねだいたいねこのダッシュボードの裏ぐらいにあるんですよ。それをガサッと挿して、であとはもうスマホにリンクさすだけで情報が取れます。そしてもう一つの不具合はですね、これも購入直後に発生したやつなんですけども、クーラントが吹き出してボンネットから湯気ですね、煙が吹き出したみたいなこの現象があった時ですね、これはさすがにびっくりしました。これはですねもうさすがに燃えていたらもう大変なことになるので、とりあえず止めて確認しようということで、これ煙出てますでしょ。もうこんな感じでもう走ってても分かるぐらい湯気がですね吹き出していたわけなんですけども、こういう風になった時はもう一度止めてですね、で状況を確認しましたら、燃えてはないということで、そしたら何かなということを冷静にね見ましたら、クーラントがエンジンに当たって蒸気が出てるよというようなことが分かりました。クーラントの残量もあったんでねそのまま翌朝ですね車屋さんに持って行って、で修理をしてもらったというわけですね。
結局ね、異常なしで、ただクーラントが漏れて水蒸気が発生したということらしいんですけども、さすがにねやっぱり運転してた時はねびっくりしますね。あとの不具合と言いましたら、そうですね、あまりないんですけど、エンジンオイルが減っていくということですね。で、半年に一遍オイル交換をすれば全然問題ないんですけども、ちょっとそれがねタイミングがずれたりしたら警告灯がつくっていう羽目に遭いました。8万キロ超えて、10万キロに近い車なんで、そういうのもあってもおかしくはないとは思うんですけども、これもあまりね私経験したことないんで、最初はねちょっと焦りましたけども、オイルがねなくなっていくっていうのもちょっと車としてはちょっと初めてですね。これについてはね、また後ほど紹介、動画ですねアップする予定にしておりますけども、オイル添加剤とかねこれをちょっと試していきたいと思います。はい、ということでこの3つの事象にですね私の場合驚かされたんですけども、なんとかね乗っていける範囲だったので不幸中の幸いでした。中古車を買うときは外車に限らず日本車もそうなんですけども、もう買い焦らずにじっくりとねその車を実物を見て吟味してで買う方がいいかと思います。用意がもう周到な方はチェックリストみたいなのをね作ってで全部チェックしてで合格点に達してたら買うというふうにされてる方もおるみたいですけども、なかなかねそこまでねいきませんね。はい、それでは次にですねぶつけた箇所の修理についてですけども、さすがにねあれ DIY で直そうかとしましたらかなりねこう折れ曲がった状態になってるんでね非常に厳しいともうすぐ見て分かりました。実はですね車両保険をかけてないんで、もうぶつけて直すのはもう全て自腹というようになってまして、非常にね悲しんでます。で外車なんでねもう一時はもう30万ぐらいかかるんじゃないかと思ってたんですけども、もう私の方がねもう直せないからちょっと見てもらってということで見積もり取ってもらいましたところ、だいたいちょっとね部品代にもよるんですけども15万から6万ぐらい見てたら治りますよと言われたんで、じゃあお願いしますということで2つ返事でお願いいたしました。で修理屋さんもですねこの、破損箇所を見てこれは元に戻らないかもしれませんよと言われたらしいんですけども、修理屋さんがそれで素人が元に戻せるわけがないということでそのままお願いすることになったんですけども、預けてからそうですね1週間も経たないぐらいで仕上がってまいりまして、なんと見ましたら綺麗になってました。そして、仕上がってきた最終金額の方なんですけれども、なんと14万5千円、これでですねこんなに綺麗に治ったことにすごくもう満足しております。本当にねもう預けてよかったともう思います。はい、ということで中古ミニを買ったらですね、私の場合はこんな感じで、トラブルとあとちょっとね修理までしてしまったわけなんですけども、もうこれに関してはねいくら吟味して買っても後でねなんぼでも不具合っていうの出てくる可能性もあるので、もうこれはもうはっきり言って運ですね。もう運でもう片付けてしまったらもうどうしようもないんですけども、本当そうだと思います。
で何にもない人は本当に何もないし、もう程度のいい車は非常にやっぱりいいんで、いくら10万キロ近く乗ってる車でも不具合なくそのまま乗れるっていうケースも結構あると思います。この車も前半はいろいろトラブル続いたんですけども、やっぱりね乗っていくうちにだんだんと調子が良くなってきてるので、このまま様子を見つつですね、末永く、乗れたらいいかなというように考えています。結構ね気に入りましたんで、ちょっと、大事に乗りたいなと思ってます。もう私もですねこれ乗り始めてまだ1年しか経ってないんで、もう本当にねもう全然分かりません。でいろいろね他の方の YouTube とか見ながら勉強させていただいてるんですけども、やっぱりそれだけでは分からないとこもあるんで、また何か不具合とかありましたら動画で上げさせていただきたいと思いますので、その時はですねまたアドバイスとかいただいたらすごく助かりますんで、よろしくお願いいたします。それではですね今回の動画は以上となります。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。